ぱりスポーツの一番僕が学んだことで大きいのはリアリティなんですかね。自分が何かが好きだっていうことの最後の手がかりって好きなことをやったり好きなものに出会ってる時に湧き上がる身体反応じゃないですか。例えば内受容感覚って言ったりするんですけど、自分の心拍とかが上がったり下がったりするっていうのを我々はやっぱり緊張する場面ですごい出会うんで、ちょっと心拍上がったらそれが自分で感じ取れるようになっていくんですね。なんかそんなように自分が日々歩きながら何かに出会ったり何かをやってる最中に自分の身体の中の何か変化が起きて、その変化を自分が感じ取って、これが僕は夢中になりやすいんだとか、これが好きなんだとか、これが嫌なんだとか推測していって、だんだん自分を理解していくっていう感じなんですね。全部の手がかりが自分の体の反応なんです。しかも目に見えた反応じゃなくて、ちょっと体の内側からなんか胃がギュッとなる感じとか、心臓が締め付けられる感じとか、なんとなく毛穴から何かが吹き出るような感じとかに全てのヒントがあるので、これはですね、私たち陸上選手は必ず1回は他の部活の人にされる質問で、ただ走ってて何が楽しいのっていうのがあるんですね。で、僕の場合はちょっと足が速かったので、いや勝てるからだよとかですね、勝てばいい学校に行けるんだよとか、オリンピックにもし行ったりしたら有名になったりとか、もしかしたらモテちゃったりするかもみたいな、そういうのはあるんですけど、でもほとんどの人はあんまりそこまでいかないわけですよね。それでも陸上やった人って結構満足して終わるんですけど、あれはやっぱり長くやっていくとですね、なんか会心の一投とかですね、会心の一丁っていうかジャンプとかですね、会心の走りっていうのが時々出るんですね。でそれが非常に心地よいと。で忘れられないぐらいの快感があるんですね。でこれはドイツにですね、アウトバーンっていうのがあって、ご存知の方多いかもしれないですけど、高速道路でいくらでもスピード出せると思うんですけど、あそこに車乗るのがすごい好きな方がいて、でそれで一緒に乗せてもらったことがあって、初めてポルシェの最高のパフォーマンス出すんだって言って乗って、この感じ最高って言ってたんですけど、でもまだ機械じゃないですか。あれを身体でやったらっていう、そういう感じなんですね。なので120キロと130キロの間とか190キロの200キロ、199と200キロの間にもやっぱり感触の違いがあって、それを追い求めて、みんな多分スポーツカーみたいなの買ったりスキーやったりとかいろいろするんだと思うんですけど、あのような自分の身体を使って今まで体験したことないことを体験するっていうのはやっぱり本能的に快感なんじゃないかと思うんですね。でその快感で何がなおいいかっていうとですね、それを一回体験すると非常に強い、そういうことだったのかっていう感触があるんですね。それまでは頭の例えばイメージで言うと、泳いだことない人がこうやってやったら泳ぐんだ、手で推進力を得るんだよ、足は浮力を得るんだよとか、そういうふうにいろいろ学んでいって、体はこっちよりは水平の方がいいんだよとかって習って、なるほどそういうことかっていうのと、実際に水の中に飛び込んで何ヶ月かやってきて、こういうことだったんだっていうのって全然質が違う、こういうことかなんですよね。だから身体を通じて得た体験から、もしかしてこういうことかもしれないっていう着想することっていうのが非常に深くてですね、でじゃあ次はこうやった方がもうちょっと遠くに飛ぶかもとか、もうちょっとスピード出るかもっていうのをやっていくんですけど、それが楽しいんですよね。でもちろんもうちょっと分かりやすいインセンティブもあって、頑張れば一番になったら嬉しいとか、記録が伸びて嬉しいとかあるんですけど、やっぱ最後の最後、選手が長くやった選手は大体行き着くのは、もう一回感触を味わってみたいとか、本当はこうやってやれば遠くに飛ぶんじゃないかっていう。ただスポーツはちょっと残酷なんで、100m はシンプルな競技なんで比較的身体能力がそのまま出るんですね。でそういう競技でピークは24歳なんですよ。だからつまり基本的には多分22から24あたりに人間のピュアな身体能力のピークがあって、その後はどんなにトレーニングしても低下していくんですね。でただ低下していくんだけど、技術の高まりとか理解っていうのは基本的にはずっと向上していくので、この身体の低下よりも速いスピードで技能を獲得していくと
これを掛け合わせたものがタイムとか実力なんで緩やかにこう伸びていくんですね。だから最後の方はだんだんこううまく使えなくなっていく身体に対してだんだん深まっていく理解で、自分の体をうまく扱おうとしていって、でそれがうまくいったら非常に楽しいっていう、最後は大体は思うようにいかなくなっていって終わっていくっていう感じなんですね。なので我々の世界で30過ぎぐらいまで競技やった人は大体必ず1回は言う一言っていうのは、今あの時の体があれば、あの時に今の頭があればっていう大体言うんですけど、みんなこの矛盾の中をやっていくと。でもこのやっぱ体を通じて得たなんていうんでしょうね、快感みたいなものが非常に強烈なんで、それをみんなやっていくんだろうなと思うんですね。まずですね、何かが好きだっていうことは理屈では到達できないんですよね。自分が何かが好きだっていうことの最後の手がかりって、好きなことをやったり好きなものに出会ってる時に湧き上がる身体反応じゃないですか。だから身体反応がうまく察知できないと何かが好きかがわからないっていう。でこれ私たちの中でいくと、例えば内受容感覚って言ったりするんですけど、自分の心拍とかが上がったり下がったりするっていうのを我々やっぱり緊張する場面ですごい出会うんで、ちょっと心拍上がったらそれが自分で感じ取れるようになっていくんですね。でそれでなんていうか周りの環境を見て、人が周りにたくさんいて今心拍上がったから自分は今緊張してるんだっていう推測するっていう、そういう感じなんですけど、そんなように自分が日々歩きながら何かに出会ったり何かをやってる最中に自分の身体の中の何か変化が起きて、その変化を自分が感じ取って、これが僕は夢中になりやすいんだとか、これが好きなんだとか、これが嫌なんだとか、こういう時にはこんな反応するんだっていうことを推測していって、だんだん自分を理解していくっていう感じなんですね。でもそれ全部の手がかりが自分の体の反応なんです。しかも目に見えた反応じゃなくて、ちょっと体の内側からなんか胃がギュッとなる感じとか、心臓が締め付けられる感じとか、なんとなく毛穴から何かが吹き出るような感じとか、何でもいいんですけど、そういう感触に全てのヒントがあるので、それが察知できないと理屈上で全部考えていってうまくいってると、でちゃんとできてる気がすると、でいいところ大学とか会社にも入った気がすると。ところでなんで自分はこんな気分なんだろうっていうのがやってくる。なぜなら気分をベースに考えてなかったんで、体を使っていろんな経験をしていくことの一番のメリットっていうのは、自分が何を思って幸せっていうか充足するっていうか夢中になるっていうか好奇心がかきたれられるっていうか、それが分かるのが大きいんじゃないかと思いますね。で結構それはほとんどのヒントは何ていうか考えることよりも体の方からやってくる感じがするので、それが大きいんじゃないですかね、やっぱり。そうですね、勉強もねできた方がいいと思うんですけど、結局なんかこう、どう生きたいかに最後はね還元されると思うんですけど、やっぱりスポーツの一番僕が学んだことで大きいのは、リアリティなんですかね。理屈じゃそうかもしれないけど本当はそうなるかどうか分かんないってことを実際に体で実験してみるので、このリアリティがあるっていうのが、例えばこうやって走ったらいいっていうのは工学的にある程度割り出せるんですよ、走り方の理想の走りは。でそれをまず自分の体でやってみるっていうことが一つハードルがありますけど、仮にできるようになっても今度は数万人の観客の前でやってみるっていうのがあって、で全然できないと、それ今度心の領域に入るわけですよね。なのでなんか結局こう物事をこれは心は心理学、体はバイオメカニクスで、食べるものは栄養学とかいろいろみんな切り分けたりするんですけど、最後の最後はこの全部統合された私っていう存在が外の環境といかにうまくダンスをすることによってパフォーマンスをするかっていうのがスポーツなんだと思うんですけど、そのなんかこう全てのカテゴリーを超えた私そのものが外の世界とこうなんとかなうまくやっていくみたいなことが、リアリティがあるっていう感じですかね。だからそれは別にスポーツに限らずお花を生けるでも屋外を歩くでも絵を描くでも何でもいいんですけど、やっぱこのリアルな身体はカテゴリー分けてないわけですよね。学問的にはもしかしたら血管系とか神経系とか
我々の世界でもバイオメカニクスって言われるのはこれ動作解析なんですけど、もう一つは生態科学って言えばいいのかな、なんか例えば栄養学とか筋肉のメカニズムとかってやるんですけど、これ結構カテゴリーが分かれてるんですね。でも最後に一緒にやる時には別に分かれてはいやしないので、だからこの統合された自分が外の世界とうまくやれるかどうかをいろいろ実験するっていうところが一番大事な気がしてますね。そして、僕の感触からするとどの環境においても一貫した自分はいないっていう、オリンピックのレースの直前になった時に出てくる自分は決して今の自分と同じじゃないっていうか、全然違う反応が出てくるんですよね。でそういうのを見ていくと、人間というのは常に環境とこの間に生じる何かであって、どこに行っても毎回私ですっていうのは幻なんじゃないかっていうのが体験から思うところですかね。だから自分は一つは一貫した自分がいないっていうか、傾向あってもね、完全に同じ自分はいないって思うってことは、人はいつまでも変わっていくっていう考えが強くなりますよね。だから別に60になっても70になってももう確定であなたはこういう人ですっていうふうにはならないだろうなっていうふうに思うのは、ちょっと不安でもあるし嬉しくもありますよね。別に人生いつでも変わっていくっていうのは思いますし、なんか他者に対してもそういう決めつけは小さくなる気がしますね。変わるから人は。それは本当に良かったですね。やっぱ普通に生きているとある程度想像がつく環境の中での自分しか発見できないですけど、もし数万人に眺められながらこれでうまくいくかどうかが自分の人生を左右するって思いながら何かをする時に自分ってどういう顔をするのかってことっていうのが実験できたのは大きいですね。思ったより開き直るんだもそうだし、なんかすごい日和るんだもそうだし、なんかいろんな自分をそこで見て、全部自分ですからね。それは大きい。あと理屈とまた全然違うんですよ。なんかどう言えばいいんだろうな。理屈ではいろいろ言えるんですよね。その試合前はこういうふうにやって息を吸えばよくてなんとかって言うんですけど、やんなきゃいけないんだよね、リアルに。だからそれによって本当の自分が出てきやすいっていうのはあるかもしれないですね。一つだから私大きい、これ最近本当に思ったことなんですけど、分かった、なるほどそうかって分かったってことと、心とお腹とセットで腑に落ちたみたいなものに結構違いがあって、その違いに敏感な気がするんですよね。だから理屈ではそうだろうなって分かってることと、本当に自分がそういうことなのかっていう身体的に理解したってことの間があって、そっち側に行ってないものはあんまり認めてないっていうか、なんか途中で止めるっていう癖があるんですよね。だから信念まで落ちてこないっていうか、もうそうなんだって思わないで、大体そうなんだって思うものは体験まで伴うんで、難しくはありますけど、だからそういう意味で全部頭の中でいろんな仮説が宙ぶらりになっていて、その中のいくつかがある体験とか何かを持ってストンと自分に落ちてくると、これはどうも間違いないとかですね、そういうふうに見てるかもしれないですね。自己認識は本当大事だと思いますね。自分を認識するっていろんな文脈があると思うんですよね。まず社会における文脈だと、自分っていう存在が社会でどういうふうな受け取られ方をしてるかとか、それは陸上競技の順位もそうでしょうし、あの人ってこういう人だよねもそうでしょうし、こういう性格だねもそうなんでしょうけど、それが自分が思う自分と周りが思う自分っていうのが、あんまずれてない状況がまずは一つ大きいと思うんですね。でスポーツの場合はこれが一致しやすいっていうか、どんなに俺がすごいんだとか、なんとかだって言っても、結果としてそれが現れちゃうので、自分っていうどんなになんて言うんですかね、陸上はあんまりないけど、なんか野球とかだと俺はピッチャーボールが投げるのが得意なんだっていくら言っても、それが全然ボコボコ打たれてバッティングがまあまあいいっていうと、俺やっぱピッチャーダメかもっていうなんか認識が始まるっていう。でもう一つこの自己認識で非常に重要なのが、とはいえ可変性があるんですよね。今ピッチャーは下手だけど10年やればそこそこ良くなるっていうことも起きえるじゃないですか。このぐらいの範囲では自分は変わるかもしれないなっていうのを想像もするっていうことを含めた自己認識っていうんですかね。それが結構重要だなと思うんです。やっぱり一番大きいのは比較的、幼少期の頃に早く走れたりとか
うまくできたりすると自我が肥大化してて実際の自分よりもちょっと大きめに見てることがあるので、それはなんかやっていくうちにだんだんリアリティがこう増して、あ、このぐらいかってなっていくと。でも同時に競技人生で頑張るとこれは無理だろうと思うことを1回か2回超えるんですよね。でそうするとなんか無理だと思ったこともまあ本当はいけんじゃないって思う癖ができてくるっていうので、範囲はもうこれが自分だっていうのは決まってるわけじゃなくて、結構伸び縮みするもんだっていう感覚になっていきますかね。それは結構経験としてあるので、なのでやっぱりスポーツ経験から言えばこの社会性の中で自分はどういうふうなものなのかっていうのを認識するようになっていくのはあるかなと思いますね。自己認識と目標っていうのは目標を実現するものだとしたら、これ一緒に動きますよねやっぱり。例えば自分が馬なんだって思うと走るっていう草原を走るっていう方向の目標を立てると思うんですけど、木に登るって目標を立てないと思うんですよね。で一方で自分が猿だって認識したら木に登っても草原を走るって目標に持っていかないと思うんですよ。なぜなら違う存在なんで。だから自分とは何者かっていうことが分かってくると、当然目標も漠然と自分はなんかクリエイティブなことでやっていきたいと思っても、自分が違えば当然目指す目標も変わってくるので、これが一緒にリンクして動きますねっていうことですよね。でもう一つはこれはなんかさっきと逆なんですけど、思ったより人は変わるっていう、なんていうかね、本質は変わりにくいんだけどなんか思ったよりできるようになっちゃうみたいな感じですかね。だから最初はちょっと高めのボールでいいんじゃないかと思うんですよね。総理大臣になってみるとかですね分かんないけど、途中で違うねところに移せばいいので、なんか外国で自分は講演してる姿を描くとかいろんなのあると思うんですけど、なんかそういうのをパッと描いてみてやってみると。でもそこになんかうまく言えないですけどリアリティはみんなないと思うんですけど、最初なんかぽくないみたいなのはあると思うんですよね。例えば私の場合は間違えてもその数学者として自分が成功してるっていうのは全然浮かんでこないし、俳優もないんですよ。でもなんか映画監督ないんですけど、でも映画監督だったらもしかしてあるかもしれないってちょっとどっか思ってるんですよね。でもそれ何が違うか分かんないですけど、なんか俳優の世界に対してのあんまり、どう言えばいいのかな、できる感がないんですよね。なんか延長線上にある感が。だからそのように自分の自己認識から始まると当然こっちはいけるけどこっちはちょっとないかもしれないなっていうふうに整理がついていくかなと思いますね。だからでもそれはまず大きな方で、でも一方でこの今の自己認識がずれすぎてるとやることなすことちょっとちぐはぐになっちゃうっていうんですかね。それは結構ありますね。で苦手なことなのにそれにこだわっちゃったりとか、苦手なことは大体得意にならないですからね。引退した選手もなんか近いものがある気がするので、だからそれがまさに社会における自分って変化していきますしね。でピークどこが、ピークって言っていいのか分かんないけどやっぱり関係も役割も変わっていくわけじゃないですか。それが変わっていった時に変わったんだっていうふうに認識できるかどうかは大きいなと思いますね。で多くの場合は大人の場合はですね、自分が何者かは自分が決めるんじゃなくて相手が決めてるっていうのが大体真なりかなって気がして、その中にも自分はこういうことがやりたいとかって思いはあっていいんですけど、今の自分が何者かっていうのは自分が決める話じゃなくて社会が決めてると思うんですけど、その前提に立つのはなかなか難しいですよね。でもうちょっとその自己認識って本当に大きく拡大していくと、簡単に言うと宇宙が誕生して、エントロピーが増えるんでしたっけ、それで世界は混沌に近づいていくみたいな感じのすごい大きな流れの中のいろんなものが紡いでいく中のほんの一パーツが自分であって、実は自分が何かする云々っていうのは宇宙の行く先には影響がないっていうか、一つの大きな流れの一つだっていう感じですよね。だからそういうもんなんだ自分は。でもその中でも元気に明るく一生懸命生きていくみたいなとこに立つかどうかが自己認識の一番大事なところで、やっぱこの私から見えた世界から世界から見えた私になるかどうかっていうのは大きい気がします。でそうなったら楽だとは思うんですけど、
でもちょっと最初は寂しさを感じますね。これ私の人生ってこんなちっぽけとかっていう。まあでも唯一無二なんですけどね。なんだけど決して私から宇宙を見てるわけじゃなくて、宇宙から私が見られてるっていう感じが自己認識で一番大事なとこなんじゃないかと思うんですけどね。あるべきも何もなんかもっと全然大きな流れがあってまあその中でなるほど、まあ、時代もありますよね。この時代、まあ、せいぜい100年もないんで、この100年でできることっていうのは次の100年でできることとは全然違うでしょうし、なんかそう考えると僕の役割はこの80年かと、しかもこの80年のうちのこの20年かなとか、そうするとその20年間で起きる世界の変化の中のどっかでしか自分をやれないわけで、そこをその中でどうやって楽しむかっていうのかな、それが非常に大きい気がするんですね。なんか私は自己肯定感っていうのは、自分の経験からもですね、なんかメダルを取って自己肯定感が高まった感じがしないんですよね。だから社会的にすごい成果を成し遂げたから自己肯定感が高まるっていうのは信じてなくて、あんまりそうならないんじゃないかと思ってるんです。むしろそれで強化されるのって比較によるプライドなんで、金メダリストが出てくるとちょっと、僕銅メダルなんで、なんかちょっと自分のなんていうかな、自己肯定感下がっちゃうみたいな感じがするんです。でももうちょっと根本的な自己肯定感は、こんな自分であっても OK みたいな、なんていうか、あんまり社会的な何かと関係ない。でそういう意味では私の場合大きかったのは、結構大変な時にでもその時にいろいろあれこれ工夫してやったらなんとかなったっていうことで、少なくとも自分っていうのはなんとか生きていくっていけんじゃないかみたいな気持ちとか、しんどいなと思う時にパッと気分を変えて、でも空が青いじゃないかって気分を変えたことがあるとか、そういうことの積み重ねからなんとか生きていけんじゃないかっていう、こっちの方が自己肯定感に近い気がするんですよね。だからちょっと最近の若い人って言っていいか分かんないですけど、どうせ世の中先は決まってるんだから頑張ってもダメじゃないかとか、自分こういうのは親ガチャだとかいろんなありますよね。全部くくってしまえば未来は決まってるってやつだと思うんですけど、でもなんていうか、でも結構それでも変わると思うんですよね。変化があって、でうまくいくかどうかは分からないけど、なんかその中ののびのび生きていくっていう意味ではだいぶ余白があると思うんですよね。だからやっぱりその時に何て言えばいいのか、一番とらわれてるのは、こうならなきゃいけないとか、こうなると立派だっていうある物差しがあって、その物差しの中で上位に行かないといい人生じゃないとか、つまらない人生だって思ってしまってる、この物差しを抱えて離さなくなってる自分っていうのが一番なんていうかな、自分を苦しめてる気がするんですね。物差しさえ取っ払ってしまえば、どんなふうに生きようが全部オールオッケーな人生だと思うんで、それをどうやってそこから放たれるかっていうのは一つの問いかもしれないですね。なんか本当は宇宙を飲み込んでしまうみたいな、なんかごっくんって飲み込むみたいな感じができたら一番いいんですけど、自分の自我が現実を見るのを邪魔してると思うんで、それをどうやって手放すかっていうところなんでしょうけど、これはずっとなかなかね、私も含めて難しい感じだと思うけど、でもやっぱり結局私のなんていうか人生観というかな、なんかそういうものっていうのは全て自分が生み出しているっていうことなんで、現実をとにかく認めて受け入れてしまえば、おのずと何をすればいいかも見えてきやすいし、一方で人生はなんか流れ着くところに流れ着いて、なるほどこれが俺の人生だったかと、いろいろあったけどなかなか面白い旅だったなっていう着地にそれが社会的に立派なことになるか全然どうかわからないけど、でも少なくとも実感のある、いろいろ自分で泳いだ、自分でなんかあれこれやったっていう感触が残るんじゃないかなっていう、そんなイメージですかね。